歴史ある大会ですよね。昔から格闘ゲーム業界を守ってきた大会じゃないですかね。なんだろう、冬の時代じゃないですけど、そんなに世間に認識されてない時からずっと支え続けてきた大会ですよね。昔と今とでは結構印象は違ってて、で昔はなんだろう、まだ格闘ゲームやってる人っていうのが少なかったし、イベントやってるとこっていうのも少なかったから、オフ会に近いような、感覚のイベントだったんだけど、でどんどんなんか年々でかくなってって、その名前の通り進化してってるのかな。なんかこう普通の他の格闘ゲームの大会に比べると、なんかみんなこうワクワクしてるというか、今年もエボリューションやってきたなみたいな、今回どんなドラマが生まれるんだろうみたいな、そのなんていうんですかね、なんかこうみんな気持ちがちょっとウキウキしてる感じがしますよね。なんかそのやってる時は全然実感なかったんですけど、終わったなと思った時、ふと周りを見るとその人がめちゃくちゃ多くて、ものすごい熱気があって、でなんかすごいとこ立ったんだなっていう。で日本帰ってきても、例えば周りのみんなからすごいねって言われたり、スポンサーの話とか来たり、だからやってる時は全然普通にやってたんだけど、今思い返せばすごい舞台で戦えたんだなっていう。結構前からエボって何ですかって聞かれた時に言ってるのは、チャンスの場だなって思ってて、それまでそんなに注目されてなかったりとか、実力はあるんだけど、いまいちこうなんていうかチャンスに恵まれなかった人たちがエボで活躍することでスポンサーがついたり、いろんな人に知ってもらうっていう、なんかそういうチャンスの場がエボなんだなっていう。自分もやっぱエボにチャンスをもらって今があるなと思うから、やっぱ欠かさずこれからも出ていきたいなっていうふうに思ってますね。なんていうんですかね、例えばその日で一番強いやつをみんなで決めるみたいな大会のイメージがありますね。はい、昔からその海外大会はエボにだけは結構行ってたんで、もう何回目か5回目ぐらいになるのかな。思い入れはやっぱありますね。この大会でやっぱ勝ちたいなっていう気持ちはありますね。はい、バージョン2が出て、で一通りキャラ対策とかも大体できてきて、割と自分のプレーができるようになってきたかなって感じなんで、それの力をちょっと試すというか、勝ってもおかしくないなとは思うんで、あるんでしょうね。はい、勝ってもおかしくないって思ってることは多分かなりあるってことだと思うんで、自信はありますね。はい、時戸さんかな。豪輝に変えてからあんまり龍の時ほどやっぱり結果が出てないっていうのがあると思うんですけど、豪輝っていうキャラ自体は結構やっぱりポテンシャルがすごいあるキャラだと思うんで、どっかで調子を上げてくると思ってるんですよね。それがやっぱこのでかい大会のエボリューションなのかもしれないんで、そこはちょっと注目はしてますね。はい、ここへ来て新しい発見があったんで、今はゲームをしてるのがすごい楽しいですよね。やるたんびにちょっとずつその新しいことが見つかって、それに対して微調整を繰り返しながらその理想とする動きに近づけていってるところなので、今は楽しいです。やっぱり一番豪輝を使いこなしてるのは自分だぞっていうのは毎回見せたいんですよ。このキャラの中で一番強いとか一番うまいのは自分だぞっていうのは僕毎回すごい意識して使ってるんで、そこだけはちょっと譲れないですよね。いいんちゃいます、別に俺は俺で違う豪輝を目指してるんで、時戸君はね、時戸君の豪輝が理想の姿があると思うんで、豪輝自体ポテンシャルはすごい高いけど、それを全部を使いこなすっていうか、強いとこまで持っていくのはすごい難しいキャラなんで、その豪輝のポテンシャルを生かせるような、いかに、効率よく、なおかつ見た目が美しく、結構重要なとこなんで、そこはねこだわってますね。どうも皆さんこんばんは、ゲームユーズのエイタです。はい、応援してくれてるファン、応援してくれ。練習量自体は結構カツカツではあるんですけど、ちゃんと取れてはいるんで、
プロゲーマーとかとも対戦してて勝率的にもまああるとは言いたいですね。あるんじゃないかなとは思います。優勝ベスト8国内だとやっぱりそのフードさんがあまりにもやっぱ勝ちすぎてるぐらいやっぱ本当に強いんで、まあ、今回もエボでもやっぱ安定して上に行くのかなっていうやっぱ注目はしちゃいますね。たまたまの可能性ありますよね。例えばあと来年とか大会参加したらなんか20位20位20位みたいになって、あやっぱ平均普通でしたねってなってるかもしれないんで、一応気持ち的にはそういう感じで、まあ、実力だとも思うし、まあ、ついてるんだろうなとも思うし、まあ謎っすよね。実際はなんか言い切ることができないような気はしますね。まあ、強いて言うなら決定力があるんじゃないかなっていう、その相手はまだ知らないと思ってる状況から自分の選択で倒しきるっていうのがすごい多くて、それでなんか読み合いの回数が他の人より少なくて、それで勝ってるんじゃないのかなっていうのはありますね。そうですね、一応、まあ、去年がウィナーズファイナルまで行ってで決勝インフィルに負けて、まあ、2位で終わったんですけど、まあ、やっぱ結構悔しくて、で今年もなんか今のところ大会の調子もいいので、まあ、割と、まあ、勝ってもおかしくないのかなっていうぐらいのコンディションです。超簡単に言うと今年のエボは去年の雪辱だとしか僕思ってないので、まあ、去年の負けが結局ずっと悔しかったので、カプコンプロツアーいつ始動するのとか、チュンリー弱くなったからやる気なくなってんじゃないのとかいろいろ周りでも言われてたんですけど、まあ上半期はエボに力をためてぶつけようかなと思ってただけなんで、まあ一応照準合わせてじりじり調子は上がってきてるんで、まあ、去年ベスト8におかげさまで我らがトキワ荘から自分含めて3人送り込めたんですけど、まあ、今年も何人かの精鋭で行くので、まあ、トキワ荘住民が活躍したらいいなと思って動向は注目してるんですけど、ちょっと前ぐらい1ヶ月ぐらいずっと体調が悪くてですね、まあ、そういった意味では今かなり仕上がってきてるというか体調が戻ってきてるというか、まあ、戻ったのですごい元気です元気ですというそういうコンディションじゃないですか今年はちょっとまあエボリューション前としてはカプコンプロツアーのポイント的にもまだまだですし、大会の優勝というのも大きいプレミアなどではしていないので、まあ、そういった意味では去年に比べると自信というか結果が出てないっていうので不安ではありますね。ただまあそうですね、コンディション的にはいいので、まあ、何かしら結果は出るのかなと、はい、思ってます。優勝確率難しいですよね。優勝しますとかいうやつは多分皆無だと思うんですよ正直ねなので優勝しますとはやっぱなかなか言えないそういうトーナメントなんですけど、そうですね、やっぱりしっかり自分がミスしないで戦えばまあ、結構上位は狙える。まあやっぱ上位っていうかあれですよね、やっぱベスト8ですよね。ベスト8行くと最終日のまあエボリューションねの最終日といえばやっぱしものすごく豪華なところで、そこでやっぱゲームできるっていうのはやっぱゲーマーとしてはすごい誇りになる。そうですね、この間オンラインの大会を優勝したんですけど、まあ、徐々に実力が仕上がってきてるのかなっていう感じがしますね。シーズン1とちょっとやっぱりキャミーの性能、自分の使ってるキャラが変わったんですけど、やっぱりどうやり込めばいいかっていうのが方向性が見えてない状態でこうもがいてやり込んでる感じだったので、まあ、今は方向性が見えてまあ、結果もすぐ出たので、まあ、エボまでに間に合えば
かなり自信がある状態で挑めるんじゃないかなと思います。例えば去年のエボって、龍はすごい強かったけど優勝する自信があるかって言われたらなかった、もちろん運が良ければ勝つことあるかもしれないけど自分が優勝候補だとも思わなかったし、ただ今年は結構そういう意味では自信があるというか、なんかうまく噛み合えば、巡り合わせが良ければ優勝してもおかしくないなっていう気持ちになってるから結構自信ある方なんじゃないかなと思いますね。やっぱ安定していい成績出してるフードは上の方までいきそうだなっていうのがなんとなくあって、あとはなんかその東京に出てきてすごい今やる気十分なガチ君とかもなんかそういう時期の人ってやっぱ結構大会で活躍したりするからガチ君とかも注目かなっていう。そのレッドブル組み手とこの間の CEO でその勝てたっていうのが自信になって、そうですね、この調子でまた上まで上がりたいなと思ってますね。なんていうんですかね、誰にでもチャンスがあるっちゃあるみたいな大会じゃけ、レッドブル組み手たちが招待制じゃないんで、みんなにチャンスがある大会だなと思うし、そこで結果残せればもっと今後につながるようなことになるし、いい大会だなと思いますね。やっぱり普段応援してくれてる人はおるんですけど、なんかやっぱこっち来てもっとこう表に出るようになって見られるようになって、なんかやっぱりそういう人たちにもっと期待してもらえるようなプレーとか結果は残していきたいなとは思いますね。エボは、夢が詰まってるって言った方がいいのかなと思いますね。やっぱ自分も最初そのエボ2013に参加して、自分はトーナメントは負けちゃったんだけれども、そこでの試合で、ピーノとクリス・ジーを倒したら、そこから名前が売れて、そこから海外に行くようになったので、そこのエボで活躍すればなんか夢が広がるんじゃないかなっていうのは思いますね。そうですね、やっぱザンギ2体が結構来るんじゃないのかなと思ってるんですよね。やっぱりバランスのいいゲームで有利キャラが多いって多分強みになってるんですよ。で逆にそのザンギが苦手だったキャラクターが軒並み弱体化してたりだとか。ネモさんは俺ね、今マジでめちゃくちゃ強いですね。だから優勝候補かもしれないですね、そういえば。やっぱりめちゃくちゃ強い割に海外に飛び回ってないプレイヤーといえば誰だって言ったらもう絶対ネモが名前上がるし、さすがにトップ8残るよねって思っちゃいますよね。さすがにキャラの言い訳できないんで、今までは言い訳できてたかもしれませんが、トップ8いけないとちょっとどうなのかなと思っちゃいますね。そんなネモさんはやっぱりそう今本当にすごい強いんですけど、逆に当たってみたい相手ですよね。当たってたらちょっと大きい大会に弱いねみたいなイメージがあるんですよ、ネモさんは。そういうところでどういう動揺を見せてくれるのか、期待なんかちょっと見てみたいんですよね。だから当たってみたさはありますよね。当たりたい人はじゃあインフィルにします。ファーストナッシュ対ラストナッシュ、このやっぱ見応えがありそうなカード、あいつがナッシュ使ってくるのか知らないですけど、なんだろうな、シーズン1の時に龍から変えたんですよね、ナッシュに。その時はやっぱなんだろう、なんか面白そうだなっていう感情の方がすごい強かったんですけど、今はやっぱ苦楽を共にしてきてるキャラなんでね、このストリートファイター5ってまだ歴史はやっぱ浅いですけど、やっぱ苦しい時代をやっぱ一番感じたのは間違いなくナッシュで、ナッシュをこれからも使っていきたいなとも思ってますし、このキャラを活躍させたいなっていう気持ちはやっぱ他の人よりは強いと思いますね。最近の孫さんについてとか喋るランクマすごい強いですね、ランクマは。だから俺ってなんか多分最近思うんですけど、僕アップダウンが結構激しくて、トパンガリーグとかですげえ調子が良くて、今俺すげえ強えなっていう時期から、
もう1週間後とかにはめちゃくちゃ自分弱いなっていう時期になって、ですごいそこから自信のない時期が続いて、でつい最近結構それが解消できたかなって思ってるんで、まあ、このペースでいけばエボリューションの時には、まあ、いい仕上がりでいけるんじゃないかなとは、思ってます。まあ、国外だともう文句なしにパンクかな。パンクがやっぱその、まあ、誰もがそうだと思うんだけどまあ優勝候補パンクペヤンク、例えば、かりん使いの名前何だっけ名前何だっけパンク、まあヒット確認がやばいとかいろいろあると思うんですけど、めちゃくちゃやり込んでますよね彼は。その言ったらちょっと屈伸をしたりとか、まだ若いプレイヤーなのでちょっと相手を舐めたような行動をしてたりで、ちょっとなんか批判を受けたりとか勘違いされやすいと思うんですけど、すごいゲームに対して真面目ですよね彼は。調べ物とかもすごいトレモとかも相当してますよ。あれはすごい分かるので。今までその同じキャラ使ってて強い人っていうのはまあ何人かいたんだけども、その攻略の内容を聞いたりとか、本人から直接聞いたりとか、プレイの内容を見てみたりとかすると、自分は負けてないなって思うことがすげえ多かった。結果はあっちの方が出てる場合もあったんだけど、自分はやっぱそのレベルとしては全然負けてないから大丈夫だっていうのはあったんだけども、今回そのパンクっていうのはもう全てにおいて俺をちょっと超えてるんじゃないかなっていうぐらいに思えるようなプレーなんで、これは結構俺の中では初めてかな。同じキャラ使ってて明らかに俺よりちょっと上だなと思うことってなかったんだけど、今回初めてそうなったんで、すごいなんか新鮮な気持ちで動画とか見れるし参考にさせてもらってます。最終的にはもうそのパンクのいいところも取り入れて、それを超えるような仮に使いになれたらなって思ってます。そうですね、当たりたい、カリンって結構当たりたいキャラなんで、だからそんなに意識はしないですね自分としては。ただノジャやったらすげえ強いなっていうのは思いましたね。この間ノジャやったことなんですけど、だからもう面白いですし、確かに誰が倒すんだみたいな風潮があるんだったらそこにちょっと乗っかっていきたいっていうのはありますよね。ただあとはあれだ、そのサブキャラ使う可能性が非常に高くて、今でもナッシュカプセルとか、あともう本当に何使っても何が出てきても多分おかしくない。今なんかもう本当にスネークアイズにザンギにかぶせて勝ってるみたいな、そういうなんかトロールとかよく言うと思うんですけど、ちょっとトロール行為を目指すんで、自分は結構自信はパンクには自信ありますね。パンクとかナックルドゥには自信あるかなって思ってますね。そうですね、プロゲーマーになってゲーム好きの生活をできるようになったんで、とにかく強くなりたいですよね。今で言えばパンクみたいな。そうですね、人気になりたいとかじゃなくて、とりあえずめちゃくちゃ強くなりたいですね。そうとにかく勝ちたい。剣使いが今本当に減ってきてるんですけど、結構剣見たいって人もいると思うんで、本物のね剣がねどんなかっこいい動きをするのかね、要注目して見ててくださいという。配信に映らないで死んだらどうしよう。スタイルをかなりその攻めるスタイルにシーズン2の序盤と違って自分の攻めるスタイルに戻したので、やっぱバケルとしても最後まで攻めるスタイルを見せたいので、その攻めるスタイルでなんですかね、感動させれたらとか、そういう感じになっちゃうんですけど、その姿勢を見ていただけると嬉しいです。エボがなかったら絶対こんな感じになってないと思うんですよ。こんなゲームで飯食ってるとかいうの生まれてなかったと思うんで、なんか大切にしたい大会ですよね。エボで勝つのとカプコンカップで勝つのどっちが嬉しいかっつったら、僕はエボになりますけどね。こんなゲームしかやってないのにありがたがられるっていうことが、てかそんな時代になったのが
おかしくもありありがたくもありなんですけど、ただ僕すごく最近改めて反省したことがありまして、みんなの前だと僕こんなこともできるんですよっていうのを見せたくなっちゃうんで、それで普段より難しいことばっかりやろうとして痛い目見てきてるんで、今回はちょっとめちゃくちゃつまんない試合になろうが泥にまみれてでも生き残ることに集中しようかなと思ってるんで、月並みですけど去年忘れてきたものを取りに行くっていうつもりでいきます。やっぱりプロを始めて、1年半ぐらいかな、2年ぐらい経つんですけど、やっぱり以前よりだいぶ勝つっていうことにこだわってやってきてるつもりなんで、強さを見せたいなと思ってます。はい。まあそうですね、やっぱり一番は親なんですよ。僕結構今まで世話かけてきてずっとゲームばっかりしよったんで、こういう形でいい姿を見せれれば一番恩返しになるかなと思って、だったり地元の人ら、学校の地元でゲームしとった時の知り合いとかはすげえ応援してくれとるんで、そういう人らにやっぱり見せたいですね。俺のコンセプトとして、ゲームは楽しくやるものなんだけど、今年から専業プロになったので、それだけじゃダメだなっていうところがあって、勝ちにもやっぱこだわっていかないといけなくて、今年は違った一面を見せれたらいいなと思ってます。俺ってやっぱ1位と2位、3位も経験してるんですよ、エボリューションで。で全部どんなものか肌で感じてると思うんですけど、1位と2位の差はすごいですよ。バーチャーでみんなで飲んで片桐さん来るとか、そういうのがあったりするぐらいだったんですよ、優勝した時に。で2位になったらおめでとうぐらいの言葉しかないので、やっぱり1位と2位の差ってすごいあるなっていうのはやっぱ去年感じましたね。優勝するんで応援お願いします。スト5っていうのは、それがゲーム性なのか自分のあれなのか分かんないですけど、やっぱり負ける時はなんとなくダラダラっと一瞬で負けちゃったりとか、逆転しそうなところでも勝ちきれないっていう試合っていうのが、ここ最近続いてるので、エボリューションっていうのはすごい自分的には気合が入ってる大会なので、強かった頃の桃地っていうのを見てもらえればなと思いますね。自分の大会の成績が最近すごく良くて、どんどん今年の契約とかも増額できて、ここまで来たので、エボリューション勝って、もっと夢を見せれたらいいなと思ってます。そうだな、でもやっぱ自分たちこうやってゲーマーが周りの人に見られて影響を与えられる部分でやっぱりプレーなんですよね。だから俺にはできないなって思わせられるようなプレーをすることが自分の役目だとも思ってるし、だから自分以上のプレーなんかさせないよっていう気持ちはやっぱ周りに対しては思ってますね。ある層の人から言わせてみれば、孫さんっていうのは勝っても負けても両方お得で、負けなしの完璧な男っていうふうに言われてるらしいんですけど、それは別に自分の思ってるところではあんまりいいことではないと思うんで、勝ったところで喜ばれたいなって思ってますんで、勝つためにいろいろと頑張ってエボリューションを迎えたいと思います。実力がついてきてる実感があるんだけど、それが大会の結果と噛み合わないっていうのが、こんだけ20年以上格ゲーやってくればそういう時期っていくらでもあって、ただプロになってからはそういう意味であんまりそういう時期っていうのがなかったのかな。運が良かったんで、プロになってからの7年、今年7年目になるのかな、もう8年目かもですね。8年目になる。その7年間は多分自分の格ゲー人生の中でもかなり運が良かったなっていうか、
実力はもちろんもちろん練習もしてたから実力もあったとはあったんだけど、プラス結構そういう大会運みたいなのに恵まれてたなって思ってて、でなんかそういう好調だった7年間に比べるとなんか大会に対するそういうこう運というか、結果論なんですけどね、運っつっても結果論なんだけど、なんかそういう時期だなっていうのがあるので、ただいつまでもそういう時期は続かないのも知ってるから、気長にちょっと待っててほしいなっていう感じですかね。いよいよ結果が出るのを。